どうも、消しゴムです。僕はスケッチするときによく画材としてこのコピックをよく使うんですけども、このコピックの中でもこのスケッチブックにある通り結構茶色系の建物を描くことが多いんですね。で、つい最近今この写ってる茶色系というか肌色系のコピックが一斉にインクがなくなってしまいました。なので今日はコピックを買いに行こうと思います。で、どこで買おうかなって調べてたら、なんと世界堂がコピックを扱い始めたっていうのを旧 TwitterX で見ました。世界堂っていうのは新宿に本店があるんですけども、建築のスケッチする、画材ペンだったり、あとは模型を作るためのいろいろな物資があるんですけども、で、私もよく昔利用させていただいてました。で、ただちょっと僕の好きなこのコピックが置いてなくて、ここ数年だから置いてほしいなと思ってたんですけども、売り始めたということです。これ世界堂本店のホームページなんですけども、これを見てたら、これ見てください。コピックマーカー取り扱い始めました。本当に書いてますね。8月の8日金曜日から取り扱い始めたそうですね。でしかもコピックにはいろんな種類があって、これがこの長方形みたいな形をしたのがコピッククラシックっていうもので、これが楕円型のものがコピックスケッチとか、こういう丸っぽいインク量が少ないんですけども、これがコピックチャオとか、いろいろコピックには種類があって、でそれらを全部で合わせて8点以上買うと、コピックミニチュアキーチェーンっていうものがもらえるみたいです。で、数量限定なのでなくなり次第終了。買えるかわかんないですけども、8本以上は買う予定なんで、もらえたら嬉しいですね。では基本的にコピックを買いに行くのが目的ですけども、他に楽しそうな画材があったら買おうと思います。じゃあ、ではここから僕の自宅から新宿は少し遠いんですけども、行ってきます。ホームドアから手や顔を出したりもたれかかるのはおやめください。新宿の世界堂に着きました。では早速買っていきます。よいしょ。というわけで世界堂から帰ってきていろいろ買ってきました。で、道中僕のバッグが暴れてちょっと破れてコピック顔出してるんですけども、コピックの他にいろいろ画材を買ってきました。で、総額は6777円と結構いっぱい買ってしまったんですけども、簡単に一つずつ紹介していこうと思います。で、紹介する前に世界堂に行くとこういうカードがもらえました。ポイントカードみたいなもので、これを作ると割引とかされるみたいです。で、昔もう2年前ぐらいよく世界堂に通ってたんですけども、その時はこういうカードじゃなくてモナリザみたいなデザインのカードだったんですけども、それが今はこういうシンプルでもないけど可愛い文房具のイラストのカードになってましたっていう情報共有と、あとはコピックからも新商品でコピックアクレアっていうのが出たらしくて、これも今回買えなかったんですけども買ってみようかなと思いました。アクリル絵の具っぽい感じだと思います。ちょっとこれは今度紹介します。では早速一つずつ紹介していきます。じゃあまずはこの小さい方から何を買ったかっていうのを紹介していこうと思います。じゃあまず一つ目、一つ目というかコピックですね。コピックは全部で7本買いました。で、レジの時にこの7本っていうのを見てミスったなと思ったのが、動画の冒頭で話しましたコピックは全部で8本買うと限定ストラップがもらえるみたいなことを言ったと思うんですけども、買い物してる時にすっかりそれを忘れていて、一応最低限のものしか買わなかった結果、キーストラップがもらえませんでした。ちょっと反省してます。ただあくまでもキーストラップは付属品なので、これがゲットできたんでいいかなと思ってます。
これがまず今回の目的であるコピックになります。で次に買ったのがじゃん、こちらポスカの白インクですね。このポスカの白インクはこのようにこれ今僕が書いたスケッチブックの一例なんですけども、こういう光が反射してるところ分かりづらいんですけども、結構白いハイライトを使ってます。でハイライトにもいろんなペン使ってるんですけども、その一つにポスカのこの極細っていうのをよく使ってて、これもなくなってきたのでついでに買いました。で白ポスカは2つ買ってましたね。2つ買ってます。続いてこれは 0.05mm と 0.1mm の、線画で使うサインペンになります。今まではこれかな、コピックマルチライナーとかピグマの 0.05mm を使っていたんですけども、まず両方とも僕が欲しかった 0.05mm の線幅のサインペンがなかったっていうこともあって、新たに新境地としてこのピグメントライナーっていうものを使ってみようかなって思います。これは現場でも試し書きとかしてなくて、僕もどういう書き心地かっていうのがわからないんですけども、物は試しということで買ってみました。これインスタとかで書いてる様子アップしようかな。で続いて購入したものがじゃん、こちらです。見ての通り漫画家さんがよく使う G ペンとか丸ペンとかサジペンとそれにつけるインクを買いました。これも挑戦的なもので、これまでに漫画家さんが使っているようなサインペン、こういうペン、使ったことないので、歴代の漫画家がこれ使ってるってことは書き心地がいいっていうことなので、これもものは試しで買ってみました。ちょっとこれは練習しないと多分全然使い物にならないですけど、時間見つけて練習しようと思います。はい、以上がこの小さい袋に入ってた購入したものになります。では次にこのデカめの袋で買ったやつを開封していきます。この中には2つ入ってて、1つが色紙みたいなやつですね。僕はよく一枚絵と部屋とかに飾るような絵を描くんですけども、それの一枚絵の用の、色紙を買いました。これも初めて買ってみたので、どういう色移りなのかっていうのはこれから楽しみにして描いていこうと思います。はい、5枚セットなんで、もしこれが良ければリピートしようかなって思ってます。はい、これが1つ目で、ラストかな。ラストがこれですね。これもペーパー、大きさは B5 で100枚入ってるスケッチブックみたいな。これ何が決め手だったかっていうと、紙の質感がわら半紙みたいな感じなんですね。動画だと全く分かんないと思うんですけども、で今年は線画、色をつけない線画も結構挑戦してまして、線画にはわら半紙相性いいかなと思って、で僕自身わら半紙のようなこういう紙の粗さがあるんですけども、これは粗い紙なんですけども、粗い紙で描いたことがなかったので、やってみようかなっていうところです。これも初めて買いました。良ければリピートしたいと思います。はい、今回は世界中でたくさんの画材を買いました。新しい画材たちを使いこなせるようにこれから練習を頑張ります。それでは今回はただの僕の買ったものを紹介する動画になってしまいましたが、良ければチャンネル登録とかお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。